今回はデータフレームの操作について紹介します。データフレームは、Pandasライブラリーで使用できるデータ構造です。データフレームの特徴は、行と列で構成することができます。そして、各列は異なるデータ形を持つことができます。また、データの追加、削除、変更などが容易に行うことができます。このデータ構造を使うと統計分析や機械学習などのアルゴリズムに適用しやすくなります。それでは、具体的にデータフレームの操作方法を説明します。最初に、データフレームの作成と参照方法を見ていきましょう。データフレームを使用するには、インポート命令で Pandas モジュールを読み込みます。そして、これを AsPD で略称として登録します。次にデータフレームを作成するには、PD データフレームとして、括弧の中に辞書形式でデータを設定していきます。この例では、名前列に田中、佐藤、鈴木のデータを入れ、年齢に25、30、28のように設定します。それを変数、df に代入し、データフレームを作成します。そして、5行目で、データフレームを表示し開業します。名前を参照するには、9行のように df 角括弧の中に名前と入れて、それをネームに取り出し表示します。それでは、実行してみましょう。こちらが元のデータフレームです。このように、行と列に分かれて表示されているのがわかると思います。0行目が名前が田中で、年齢が25のように設定されています。これがデータフレームです。ここで、角括弧の中に名前と入れると名前列が抽出されます。次は、行を参照するコードです。データフレームの行は、0行目から始まっています。そして1行目、2行目のようになっています。例えば0行目を参照するには、df.log、0のようにして参照します。そしてプリント文で、抽出したファーストローを表示しています。それでは、実行してみます。すると、このように上に元となるデータフレームを、下に抽出された0行目のデータが表示されています。こちらは、データフレームを表示して、後に開業を2つ行うようにしています。次に、行番号と列名で参照する方法を見ていきましょう。最初に抽出元のデータフレームを表示します。この例では、ロック角括弧1、年齢として、1行目の年齢を参照する例を示しています。実行すると、このように1行目の佐藤さんの年齢30を表示しています。次は、データの追加を行ってみましょう。データフレームにデータを追加するにはアペンドメソッドや、コンカット関数を使用します。まずはデータフレームを表示します。そして、新しく行を追加するデータフレームを3行のようにしてニューアンダーラインローに設定します。次に、4行目で、このデータを pd.concat, df, new アンダーラインロー、ignore アンダーラインインデックス true としてデータフレーム df に追加します。これを実行してみましょう。元のデータフレームがこちらになります。そして下が追加されたデータフレームになります。次は列を追加する例を見ていきましょう。この例では、新しい列として性別を追加します。df 性別を男、女、男、女のように列名とデータをリストで設定します。実行すると、このように性別列が追加されました。次に、データ削除を行ってみましょう。データフレームからデータを削除するには、ドロップメソッドを使用して行います。この例では、0行目を削除する例を示しています。ドロップの中に0と記入します。それでは、実行してみましょう。上が元のデータフレームです。そして下が、
0行目が削除されたデータフレームとなります。こちらの田中さんのデータが削除されました。次に、列を削除するプログラムを見ていきましょう。ここでは、性別列を削除します。ドロップメソッドの中に性別と書き、アクシス1と書きます。それでは、これを実行してみます。すると、このように元のデータフレームより性別列が削除されていることがわかります。この場合、アクシス1としていますので、列を削除することになります。アクシス0とすれば、行を削除することになりますがデフォルトではアクシス0なので、列を削除する場合は、アクシス1と明示的に指定する必要があります。最後に、データの変更について見ていきましょう。データフレームのデータを変更するには、直接値を代入したりリプレイスメソッドを使用したりします。ここではリプレイスメソッドを使用して、名前列の鈴木を中村に変更しています。